皆さんこんにちは。今回の旅は奈良といっても鹿や大仏は出てきません。奈良のエースに頼らなくても満足度が爆上がりする街があるんです。昔ながらの風景や素敵スポット、そして温かい人たち、初めて訪れるのにまるで帰ってきたかのような、そんな気分になれる街。ゆったりのんびり過ごします。ご乗車ありがとうございました。近鉄御所線の終点、近鉄御所駅に到着です。路線図で見るとこの辺り、未知の世界だったので途中で乗り換え間違えました。わざわざ近鉄ってついてるのはすぐ近くに JR の御所駅があるから。後で行きます。それにしてもまさかこれで御所、地元以外の人100人に聞いたら100人とも御所って読むんじゃないでしょうか。稲葉の物置に乗ってる全員が間違うイメージです。そういえば以前奈良を訪れた時にも難読駅がありました。読み方覚えてますか？京端駅。居心地のいい素敵な駅でした。ハイキングコースの案内図があります。この御所駅は葛城山というメジャーな山への起点にもなっていて、駅前からロープウェイ行きのバスが出ています。今はとても静かですが、早朝は登山客でにぎわうのかもしれません。それにしてもこの駅かなり味わい深いので、これは街にも期待できそうです。早速繰り出します。駅から出てきました。駅前はこんな感じ。シンプル。そして空が広い。好きな感じです。ちょっと雲が多いですが、予報ではこの後晴れてくるはずなので、もうちょっと我慢です。旅のお供、観光案内所がありました。寄っていきます。観光案内所には地図があったり、お宝情報があったり、何より地元の方といきなりお話できるので、とてもありがたい存在です。そしてしっかり地図と有益情報をいただきました。さっきから気になってた駅前の商店街らしき通りについて聞いてみると、昔は商店街だったけど今はもうお店は残ってないとのこと。残念。でもその先にはアーケード商店街が、そしてその辺りにカレーうどんが評判の超人気店があるそうです。有益情報ゲットです。お昼ご飯を決めてなかったので、これはありがたい。とても親切にいろいろ教えてくださいました。旅のスタートがこうだといい旅になる予感しかありません。では商店街だったという通り、昔のにぎわいを想像しながら歩いていきます。いい感じの商店街が現れました。しかも横にも。ワクワクが止まりません。でももう一息晴れ間が欲しい。ということでおすすめしてもらったお店で先にお昼ご飯にします。1時間もすれば晴れてくるはず。着いて早々お昼ご飯ですが、決して食いしん坊なわけではなく、太陽を待つためです。そこんとこよろしくお願いします。言われた通りに進んで無事にお店にたどり着いたんですが、衝撃的な上りが立ってました。しかも2つも。おじさまに罪はありません。その場で調べなかった私が 100% 悪いんです。もうレギュラー化してるこの展開、不本意ですが仕方ありません。皆さんもご一緒に。せーの、図工で気を取り直して見つけたお店がこちら。地元で人気の洋食屋さんです。
お昼時ということもあって店内は大にぎわい、ほどなくして満席になりました。いただいたのはチキン南蛮セット。当店一押し、頼まずにはいられません。第一印象はでかっ。伝わるでしょうか。かなりのボリュームです。正面から見た方が伝わるかな。タルタルソースの面積もすごいです。いただきます。左手でフォーク使うの苦手なので右手で失礼します。いやー、このボリュームにドリンクもついて1300円はお得。ただ普通に美味しいんですが、私には量が多すぎました。大盛りどんとこーいという方にはおすすめです。ごちそうさまでした。ちょっと空が明るくなってきました。いい感じの商店街、歩きに行きます。いい感じの商店街の名前は新地商店街。飾り気のないシンプルなフォントが逆にイケてます。そして私の独断と偏見で決めるこの商店街最大の魅力は踏切。キワキワに線路があって商店街と踏切と電車、感動的なコラボを目の当たりにできます。横に伸びる末広商店街も気になりますが、まずは新地商店街から。看板と同じ緑色の鉄骨とレトロな照明が印象的な味のあるアーケード。そこから差し込む光が商店街を優しく照らしています。営業しているお店は少なかったんですが、看板に個性があってどんなお店だったのか想像しながら歩きました。フォントがいちいち可愛いんです。ご覧の通り寂しい様子ですが、ただ時折イベントが開催されるなど活性化の動きもあるそうです。そんな取り組みをきっかけに商店街の魅力に気づく人増えるといいなと思います。魅力といえばちらほらこんな QR コードを見かけました。読み込むと昔の商店街の様子が見られるんです。今も残っている看板があったりして、長い時間を経て同じ景色を見ているのかと思うと感慨深いです。さて突然ですが、この山崎のお店、ただものではないのです。少し強引にも見えるこの通路、実は地元の皆さんにとって重要な通路で、ある場所へと続いています。さて、それはどこでしょう？山崎を抜けてたどり着く先はJR 五世駅です。ちょっと秘密の通路っぽくってワクワクします。
趣たっぷりの通路を抜けると、シンプルで美しい木造駅舎が現れました。明治29年の開業当時に建てられた120年以上の歴史を持つ駅舎です。自動販売機がないのがいい。電話ボックスがあるのがいい。120年以上という割に綺麗なのは向かって左、御所駅街角案内所を作るために駅舎を改修したから。JR 西日本が御所市に駅舎を譲って事務室が案内所へと生まれ変わりました。これが素敵なスペースなんです。テーブルや椅子はもちろん、冷暖房に Wi-Fi、コンセント、キッチン、大きなゴミ箱まであって、至れり尽くせりです。地元の方だけでなく、観光客にも開放されていて居心地抜群。御所っていい街だなぁとしみじみ感じてます。そういえばさっき地図を見ながら商店街をうろうろしてたら、2度も声をかけてもらいました。どこへ行かれるんですか？案内所で地図はもらいましたか？って。御所の主成分は優しさのようです。では商店街に戻って昭和よりさらに時代を遡ります。大正でも明治でもなく江戸時代へタイムスリップです。山崎秘密ロードを通って商店街に戻ってきました。そのまま昭和を通り抜けてさらに時代を遡ります。商店街を抜けるとそこは江戸でした。これ町人たちが集まる姿、目に浮かびませんか？幕府からのお知らせ掲示板、考察場です。復元されたものなんですが、周りの風景とよく馴染んで、まるで時代劇のセットのようです。御所町と呼ばれるこの辺りは、こうして江戸時代からの町屋がたくさん残っていて、なんと当時の地図と照らし合わせても町の形はほとんど変わってないそうです。すごいですよね。この先さらに味わい深いゾーンがあるんですが、今日お世話になるホテルがすぐそばなのでチェックインしておきます。空き家をリノベーションして街ごと楽しんでもらおうというコンセプトの一環でできた素敵なホテルです。ホテルだけでなくリノベーションされた飲食店や銭湯も利用できる分散型ホテルです。とても気になる試みで楽しみにしていました。それにしてもおしゃれ。もともとは大正7年創業モリソン万年筆の本社だったそうです。ここではチェックインだけで実際泊まるホテルは少し先にあります。御所への思いを感じる心のこもったお話を聞いて、この後の散策がより楽しみになりました。そうそう、チェックインの署名は万年筆でした。いやー懐かしかった。ではスタッフの方に案内されて今日お世話になるホテルに向かいます。飲食店や銭湯もここからすぐなので、宿泊、食事、お風呂、今日はコンプリートします。到着しました。お分かりですよね。もともとは自転車屋さんだったそうです。ただスタッフの方によると、チャリンコでピンとこない方もいるとか、もしかして関西弁だったりするんでしょうか。それにしてもセンス抜群、素敵です。御所を盛り上げたい
という思いが詰まっている素敵なホテルです。では再び江戸時代へ戻ります。この後はお楽しみのおやつタイムです。ホテルのすぐ前から味わい深い風景が続きます。お散歩が楽しい街です。五瀬町はかつて大阪、和歌山、奈良、伊勢を結ぶ交通の要衝として栄えました。今歩いているのは商業で栄えたエリア。川の向こうにはお寺を中心とした街並みが広がっています。どこを曲がってもこんな風景が現れて、まるで江戸時代にタイムスリップしたかのよう。電柱と電線がかろうじて現実に引き戻してくれます。モダンな旧郵便局のお隣にお目当てのおやつを発見。お砂糖や小麦粉の問屋さんなんですが、ショップもされていて、美味しいと評判のあるものをいただきに来ました。歴史を感じる落ち着いた店内にこだわりの商品が並んでいます。そしてあるものとはこちら、カットリンゴ飴。大きなリンゴ飴を食べやすいサイズにカットしてくれます。これは食べやすそう。飴がキラキラして綺麗です。いただきます。おいしい。リンゴの程よい酸味とパリッとした飴の甘みが相性抜群です。1個食べきれないのよねというリンゴ飴の概念、覆されました。これは余裕で食べれる。実際おかわりを買いに来られる方もいらっしゃるそうです。こだわりの農家さんから仕入れたリンゴ、問屋さんならではの上質なお砂糖、これは値打ちありです。さらにホテルでもらったクーポンでべっこう飴もいただきました。金運アップを狙って小判をセレクト。ご利益ありますように。ごちそうさまでした。初めて訪れたのに子供の頃走り回った気がする不思議な町。そんな五瀬町を堪能しました。踏切のそばにあったもう一つの商店街、末広商店街にやってきました。入り口のアーチとアーケードは健在ですが、お店は開いてなさそうです。でも面影は少し残ってます。ここにもタイムスリップの QR コードがありました。約60年前の末広商店街、見てみましょう。静止画なのに活気が伝わってきます。
どこか自分の思い出と重なってなんだか胸が熱くなりました。いい写真です。さてこの後の予定は町屋を改装したお店で晩ご飯を食べて復活した銭湯でお風呂に入るという極楽コースです。とちょっとその前に大事な買い物をしておきます。五瀬町で見かけた酒造の地酒をはじめ店内には奈良のお酒がずらり。あまりの品揃えに迷っているとお店の方が好みを聞いてセレクトしてくれました。晩酌が楽しみです。すっかり夜になりました。次のお楽しみ、晩ご飯の時間です。チェックインで伺ったモリソン万年筆の建物にお店があります。暗いですが素敵な佇まい、伝わるでしょうか。お昼のランチも夜のバーも人気のお店です。店内もそれはもうシックで落ち着いたひとときを過ごせます。何を飲んでも美味しい、何を食べても美味しい。お店の方も素敵で旅の満足度がぐんと上がる晩ご飯でした。もう一杯いただきたいところですが、町ごと楽しむため次は銭湯へ向かいます。大正5年からの建物らしいです。楽しみです。銭湯が見えてきました。せっかくなので昼間に撮影した姿もどうぞ。大正5年創業、2008年に後継者不足で廃業してしまいますが、14年の時を経て復活。地元の方にも観光客にも大人気の銭湯に返り咲きました。天井やタイルなどできる限り当時のものを残していて、面影が随所に残されています。中は撮影できないので公式サイトから写真をお借りしました。歴史ある本物ならではの雰囲気、たまりません。子供の頃におばあちゃんと行った銭湯を思い出しました。特筆すべきはすごく綺麗にされています。ピッカピカで気持ちいいです。大切にされているのが伝わってきました。ホテル宿泊者は無料というのも嬉しいポイントです。旅先で銭湯、まるでこの街に暮らしているかのようなそんな気分を味わえました。で、宿に戻ってお楽しみの晩酌タイム。ビールも日本酒も文句なしの美味しさで止まりません。ちょっと買いすぎたかなと思ったんですが、心配は無用でした。明日は五瀬を後にして帰り道で気になってた町へちょっと寄り道します。江戸から昭和に戻ります。おはようございます。2日目の朝です。朝の光に包まれた五瀬、改めていい街です。名残惜しいですが駅に向かいます。行きは近鉄でしたが帰りは JR。2駅先で降りてちょっと寄り道します。JR 高田駅にやってきました。初めて降りる駅、新鮮でワクワクします。さてここに来た目的は商店街。いい感じの商店街があると聞いてやってきましたが、腹が減っては戦ができぬ。
気になってるお店があるので、まずは朝昼ご飯にします。光が差し込むなんとも心地よさそうな神社がありました。せっかくなのでちょっとお邪魔していきます。癒されました。おかげで食欲も最高潮です。そしてお目当てのお店に到着。名前からして素敵で、お店の雰囲気やお料理も最高だったんですが、残念ながら店内の撮影は不可のため、サンプルで想像してください。この A ランチをいただきました。大人のお子様ランチ状態でこのお値段、安いですよね。しかもちゃんと美味しい。かなり美味しい。地元の皆さんやサラリーマンで大混雑するも、お店の方が超テキパキしていて見事な客さばきでした。そんな中でも気配りはバッチリ、居心地も良かったです。近くにこんなお店がある地元の方が羨ましい。さて、大満足したところで本来の目的、商店街巡りに戻ります。早速見えてきたのは天神橋筋商店街です。全盛期には奈良の心斎橋と呼ばれるほどにぎわっていた商店街。昭和52年に近くにあったユニチカの工場が閉鎖されて、少しずつ活気を失っていたそうです。今ではシャッターが降りているお店も目立ちます。それでも人通りは結構あって、営業しているお店には地元の方が続々といらっしゃってました。さらに進むと、道路を挟んだ向こう側にも商店街。道幅がぐっと狭くなって趣がさらに増します。貸本屋さん、男の館、気になる看板がいろいろありましたが、残念ながらほとんど営業してません。そんな中、パン屋さんを発見。嬉しくて飛び込みました。なんと創業100年超えの老舗だそうです。高田名物高田あんパン、なんだか立派な商品みたいです。桜餅が丸ごと1個入っているそうで楽しみすぎます。元気のない商店街がちょっと心配でしたが、営業しているお店があってよかった。地元気分も味わわせてもらっていいお買い物ができました。
歴史を大切にしながら新しい風も吹かせている町五瀬を訪ねました。まるで住んでるかのような気分になれる、また帰りたくなる素敵な町でした。鹿や大仏にも負けない魅力があるんですが、今のところ観光客が押し寄せてる気配はなく、静かに過ごせる超穴場。この動画を見て超穴場の五瀬でまったりしたいと思ってくれたら嬉しいです。今回訪れた場所は概要欄に載せているので、ぜひ次の旅のヒントに。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価で応援してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。高田名物高田あんパン、やば美味しかったです。もっと買っとけばよかった。